はい、皆さんこんにちは。コドライブの鈴木です。本日はですね、アメリカ・ロサンゼルスで中古車を購入・調達する方法を解説していきます。大きく分けですね、4つの、購入・調達方法がありますので、解説していきます。はい、で3つ目の方法ですね、個人売買で中古車を購入する方法ですね。はい。で個人売買っていうのは何かっていうと、その車の所有者本人が実際に売りに出している車を購入する方法です。で中にはですね、市場に出回ってないようなお宝のような車を見つけることができるということがあります。ただですね、これ各個人同士でのやり取りなので保証は一切つきません。なのでですね、自分の目と勘をですね頼りに購入することになります。価格交渉とかですね、購入後の書類手続きなどはこれ全て自己責任の世界ですね。なので経験が必要かなと思いますね。はい。で場合によってはですね、市場価値よりも安く買える可能性というのがあるんですよ。なので、ただですね、その安く買える可能性はあるにせよですね、その手間とか後々のことを考えると、渡米直後の方とかですね、英語に対してですね不慣れな方に関してはですね、やっぱりハードルがちょっと高いのであまりおすすめとは言えません。で個人売買で中古車を買うメリットとしてはですね、レアな車を見つけることができる可能性があります。でそして、市場価値よりもですね、場合によっては安く買える可能性があると。それからですね、所有者本人と話して、過去の車歴とかですね、メンテナンスに関して直接本人と話をして情報を得ることができる。これがかなり大きなメリットかなと思いますね。はい。でそれからデメリットですね。デメリットとしてはやっぱりこれ完全に自己責任の世界に入ってくるので、ギャンブル的な要素が高いってことですね。で納車後にですね、買った後に故障してもこれは全部 100% 自己責任になります。それから名義変更などのですね煩わしい書類手続きなんかも全部これ自分で、行う必要がありますね。はい、あとはですね、車両コンディションや、走行距離のですね正確性、それから事故歴などは不明瞭ですね。実際にその所有者と会って話して情報を得ることはできるんですけど、それが本当かどうかというですね正確性というのはですね、これ分かんないですよね。不明瞭です。であとは原則的にローンができないというデメリットがあります。はい。で最後にですね、中古車リースを利用して、車を調達するという方法がありますね。これはですね、契約期間中にリース料を月々支払うことで車を使うことができるサービスですね。で中古車販売店がですね独自のサービスで行っている場合が多くって、利用のための審査基準がですね、これ販売店によってかなり違うんですよ。でそれからですね、リース期間中の故障とかメンテナンスですね、これは全てリース会社が、負担してくれるので、購入してしまうとですね、全部これ自己責任で管理していかなきゃいけないところを基本的には、リース会社が管理してくれるので、そういったところの、メリットがあるかなというふうに、思います。でじゃあメリットとデメリットをですね説明しますが、メリットはですね、購入に比べて初期費用をだいぶ抑えることができるということですね。はい、購入となるとですね、やっぱりその車体価格、例えば1万ドル対1万ドルに対してですね、諸経費とか消費税がかかってきますので、かなり大きな額を払わなきゃいけないところですね、中古車リースになってくると、だいたい頭金なしだったりとかですね、1000ドルぐらいだったりとかですね、かなり抑えることができます。で意外とですね、これ知られてないんですけど、消費税に関してもですね、購入してしまうと車両代金に対して全部丸々消費税っていうのがかかっちゃいますが、リースとなるとですね、月々のリース料にしか消費税がかからないんですね。なのでこれ全体的に考えるとですね、非常に安く抑えることができるかなというふうに思います。でそれから法人の場合にはですね、経費計上ができるというメリットもありますよね。でそれから、経年劣化による価格の値下がりを気にする必要がないということですね。であとは将来の売却をするという手間が省けるということですね。あとは新車リースなんかに比べると、契約内容がですねフレキシブルな場合が多いです。基本的にはですね、新車リースの場合って、2年3年4年5年みたいな形のリース期間なんですけど、中古車リースの場合はですね、中古車販売店が決めてますので、中には1年間だけとかですね、2年間だけとか、本当に半年間だけみたいなですね、そういった形でフレキシブルに対応してもらえる場合が多いですね。でそれから審査はですね、リース会社の独自の審査基準をですね持っている場合が多いんで、クレジットスコアだけじゃなくてですね、別の部分を見てくれるようなリース会社も、多いです。それからですね、メンテナンスとか保証とかですね、独自のサービスが込み込みにされている場合もありますよということですね。
逆にですね、デメリットとしては、途中解約による違約金があります。あとは走行距離の制限があったりとかですね。それから車両コンディションにですね、大きな相違があった場合に解約時に違約金が発生してしまうとかですね。そういったデメリットがあります。ただですね、これらはリース会社のサービス内容によって変わってくるので、事前にですね、サービス内容の確認が必要かと思います。で、中古車リースはですね、新車リースに比べて、安くてですね、サービスがより充実している場合があるので、その利用者の方のですね、置かれている環境に合う条件であればですね、とってもおすすめなサービスです。ただしですね、現状では中古車リースを行っている会社自体が非常に少ないんですね。なので、その比較が難しいというような難点がありますね。ホームページなんかをですね、事前によく見てですね、サービス内容を把握して、あとはお客様、その利用者の声ですね、やっぱりこれをしっかりと見て、下調べをしていくことを強くお勧めしています。本当にその利用者からの紹介などがあればですね、本当に安心だと思うので、非常に人によってはそのメリットの高いサービスかなというふうに思います。